いよ。おっと、ラーメンと一杯で草うまもう臭いところです。昔っぽいなんかちょっとこうプランと臭いラーメンが俺食いたいっちゃある。いや俺もないよって。40年前ぐらいに慣れ親しんだ豚骨ラーメンの匂い。はいどうぞ。口開けたばっかりの時が一番やっぱこうコップが下に溜まってるから、ここが一番大変なんですよ。重いんですよ。これがね全部新しい骨だけで炊くとはそのコップとか金銭でいっちゃうけど、これまんべんなくしとかんと、そこが焦げるんですよ。どうしても手前から人ってこう動かしたくなるけど向こうに固まるんですよ、で向こう側がやっぱ焦げちゃうんですよね。やっぱこうするのが楽なんで、こっちからこう回してやるのこれがきつい。これやった時に少しこう軽くだけ動かしておく。今ですね豚の大腿骨、げん骨とか丸骨とかいうやつなんですけど、もう今日これしか入れないんですよ。あ、そうなんですね、はい、っていうのがもともと入ってる古い骨とかもまだいっぱい入ってるんで、あれの力がなくなってきたらこう添加していくような感じ。今は丸骨やったけど頭と丸骨ミックスで入れる時もあるし、豚骨自体の力の強さの持続も変わる。言うたら今日日曜日でしょ、日曜日でもちろん今日スープこっち使うんですよ。今日こっち使うんですけど、こっち仕上がってるんで使うんですけど、こっちは使わないんですよ。そうなんですね、もうこれ来週用。こちらのスープの特徴ってどういうところなんでしょう。特徴はもう単純に昔ながらの博多ラーメンの特有の匂い、僕がちっちゃい時だから言うて40年前ぐらい、40年前ぐらいに慣れ親しんだ豚骨ラーメンの匂い。普通に骨炊くだけじゃ出ないんですよ。臭いラーメンが好きな人に向けてラーメン屋さんがもしやりたいんやったら、普通に骨炊くだけで出るんやったら多分みんな真似してると思う、みんなじゃないけどできない理由がいろいろあるんですよ。やっぱ発酵させないといけないんで、一歩間違えると腐るし、そこをコントロールしていくっていうのがそのお前の技術。どっかで修行されたってはないんですよ。そうなんですね。ないんで、最初はずっとやっぱこうスープ炊きながら、やっぱいろんなこう論文とか、やっぱこう読むわけですよね。県立図書館とか、私立図書館にそういう文献がないかなと思って探して、あったら借りてきてとか。だってスープ炊く間が暇やもん。今ありがたいことに大学の教授と一緒にその発酵の研究もさせてもらってて。本当ですか。先生の初めてセミナーに行かせてもらったんですよね。でそのセミナーでその先生も同じようなことを言われてたんで、すぐそのセミナー終わった後に先生に私こうでラーメン屋してます。あと先生もちろん知ってくれてて、そこから懇意にしてもらってて、で答え合わせを困った時は先生に電話みたいな。なるほど。先生も逆に困ったら電話みたいな。ちなみに大将前職なんか例えばラーメン屋さん今8年ぐらいでおっしゃって鉄板焼きのお好み屋さん、鉄板焼き居酒屋みたいな感じで。ラーメン屋さんになるきっかけっていうのはどうはですね、常連のお客様とか僕の先輩とかがなんか締めて食べるラーメンとかが食べたいよね。僕とその先輩とかでやっぱ飲みにやっぱ街に出て行って、やっぱどこどこでラーメン食べるけど違うよねってその先輩が、昔っぽいなんかちょっとこうプランと臭いラーメンが俺食いたいっちゃある。いや俺もないよって、先輩が酔っ払って僕に対して焚きつけたんですよ。お前作ったらいいやん、厨房あるんやけんって言うわけですよ。で僕酔っ払っておけ俺作っちゃうたってその時は竹は臭くなると思うとったんですよ。簡単に僕もいろんなこと返事せんでなかったと思うて、飲んだ勢いもありますからね。いやでもその先輩の一言のおかげでやっぱ今があるわけですね。
おはようございます。おはようございます。すいません。まだ開店1時間ぐらい前なんですけど、ちょっと早く着きすぎましたね。本日どちらからですか？熊本から駒屋さんのラーメンを召し上がりに来られたんですか？はい、ここをメインに。なぜ駒屋さんに来ようと思われたんですか？いや、この草うま、私久留米ラーメン、博多ラーメン大好きなんですよね。もう今日しかないかなと思って行こうと思いました。寝てて起こされましたなのでどこに着くかも知らずこの香りがもうすでにね、駐車場でも広がってますよね。もうこの豚骨臭本当お好きなんですね。はい、大好きです。裏からまた刺すんですけど。そうなんですね。孔明さんは今おいくつでしたっけ18です。？18歳、はい、ということは高校卒業。高校卒業しました、今年です。よくちっちゃい頃からじゃあラーメンを食べてらっしゃいました？駒屋さんのラーメンを。実は僕あんま好きじゃないんですよ、ラーメン。はい、ラーメン食べないんですよ。このラーメンができた時は、一番のアンチは自分の母と自分です。お母さんもラーメン嫌いです。嫌い。はい。特別理由があるんですか？それは臭いからですね。そんな中、はい、今こうやってお手伝いされてるじゃないですか、はい、それはなんでですか？助けてくれって言われてるんで助けに来てる感じです。いかがですか？お父さんが作るラーメン。美味しいと思いますよ。パンチ力ですかね。最初のスープを飲んだ時一口目のパンチ力がいいですね。なるほどね。これただ混ぜてるだけじゃないんですよ。どういうこと？骨粉がこう蓄層するわけですよね、鍋の下に。でこれをただ混ぜるとその骨粉が一箇所にこう偏ったりとかするじゃないですか。それをこの木べらを使って手に伝わる振動とかいうのをなんとなく察知して、なるべく平らに敷き詰めてるんですよ。偏るとやっぱどうしても偏ってないところは劣化するし、で骨粉の層に蓄熱させたいんですよ、熱を。その蓄熱したのからこうじわーっと湧いてくるっていう状態を作りたいんですよ。こちらもどれぐらいなんですか？半年ぐらいいます。あ、そうなんですね。結構時間もかかりますし、あとはもうその1日の配数の出方で全然もう変わっていくんで、その調整の仕方とかが結構シビアなところなんで。どんな対象ですか？そうですね、もう結構陽気な対象ですね。なんかそのやっぱもうイケイケって感じなんで、僕もそれについていくっていう。で実はその飯塚店を開くことになって、でそこで店長として任せられるようになりました。すごいですね。いかがですか？自信は？自信はめちゃめちゃあります。ラーメン好きですか？ラーメン、はい、大好きです。まずはど定番のラーメンでいただきます。では開けていきます。よし。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いきます。お願いします。お願いします。はい、お待ちのお客様からどうぞ。はい、お待ちください。はい、いいよ。はい、ます。
しいです。はいですね。よろしくしてください。早くついて1時間分美味しいと思います。スープからいいですか？おい、スープからどうぞ。あんまり決まったルールうちないんですけど、大丈夫ですよ。草うま。いやでも思ったよりあっさりくどくないです。くどくないです。安定のうまさですね。博多の細麺のですね。美味しい。そうなんですよ。週5回食えます。大型 T2 さん、ラーハンラー。はい、いいよ。奥様いかがですか？美味しい。くるくるとろける。おいっす。ね、トゥルントゥル。おお、ぜひお食べください。熊本から結構遠かったと思うんですけど。で満足で大満足で。ね。これ水仕上げてきてワンタン麺。ラーメンとワンタンが乗ってきます。美味しい。美味しい。今日どこから来ました？佐賀県。大阪。こっちに移ってからは初めてであ、す。そうなんですね。前出しの時初めて行っては美味しさが忘れられず。博多ちょうだい。また来月お待ちします。はい、来月来ます。い。ありがとうございました。どうも。また来ます。麺の特徴っていうのはどういったところでしょうか？麺はうちは自分のところで作ってなくて、はいカラフーズさんっていうところから取ってるんですけど、はいこの特徴は加水って麺に含まれると水分量極端に少ない粉を押し固めたような麺。あ、そうなんだ。はい、これが僕のスープにはジャストでもマッチするんで、僕はあんまりよそのラーメン屋さんみたいに麺バッチンバッチン切らないですよ。くるくるくるって回してほぐしといて、はあとはもう自重で落下させてジュバって出す。あー、なるほど。であと最後回してパンとして終わりぐらい。あ傷がつくのとぬるなるあー、バッチン冷えてしまうバッチンやると。。なるほどね。バリ方とか注文来ても僕パチンってしないもん、はいじーっと待っとってずるって出すだあーけ。それが絶対熱い。ああ、なるほど。ただでさえバリ方の時点で麺そっかそっか。熱々じゃないのに。そうですよね。うんはいどうぞ。はい、お待ちです。どうぞ。ラーメンいかがですか？美味しいです。無性に先週食べたくなってはしたら行列がひどかったんで、やったんで別のところに今日はもう早めに行ってからい。は食べようと思って。餃子3分ほどお待ちくださはい、お待ちください。い。開店してはい、まだ30分経ってないんですけど、はいはい。外大行列です。あ、本当。まだこのタイプのラーメンにファンが追ってくれたっていうのが嬉しい。だけにやり続けれてる。あ言い方悪いけどもう廃れたラーメンですよ本来は。だけど僕は単純にこれが好きやけん、このタイプが好きやけやってるけど、これを求めてこうやって来てくれるっていうのがやっぱ嬉しい。これで売れんやったらもうこの文化多分終わると思うけん、こっから次の世代に子供たちとかがこのラーメン食べて、やっぱり博多ラーメンって言ったら味をってなってくると、多分ずっとまたつながるもんね。そうですね。ん、最年少常連の子。よろしくお願いします。よく来るんですかここ？はい。週1回やな。はい。お願いします。よろしくはい、お願いします。はいどうぞ。はいどうぞ。お待たせしました。スープ次混ぜたら、白いバケツお水を一杯。もう結構通ってるんですかここ？はい。いつぐらいから来てます？僕が小学6年生か中1ぐらいの頃から来てて、今も来てますね。トッピングで
博多レッドでっていうトッピングがありまして、この博多レッドと細麺の倍方の相性がめっちゃ美味しくて、スープもね辛くてしっくりうまいです。替え玉ですね。毎回一人で歩いてきてますね。本当ですか。はい。それぐらい好きなんですね。はい。たまたまこのあの道を通りかかった時に匂いがすごかったから行きました。感じられる。すごかった。あとラーメンと一杯で濃厚ですごく美味しいです。もっと臭いのかなと思っていたんですけど、なんかこう気になるようなこう嫌な匂いではなかったので、めちゃくちゃ美味しいです。嘘でもいいけど臭くて食べれませんねぐらい言ってほしかったけど嘘全然ありがたい。博多の人間は多分これ DNA に染みついてるんで、あれがお待たせしました。はい、お願いします。はいよ。これ合わせたらT1 さん。T1 1本。T1 さんですか。はいよ。はい、お願いします。はい。めっちゃ鍋振りがもうスペシャルですね。いや綺麗に混ざってる。ありがとうございます。最初の方結構焦がしまくっててやばかったんですけど、慣れたらもう焦がさなくなって、そっからですね。めっちゃうまそうです。美味しいですよ。うまい。めっちゃうまい。美味しい。昭和の味。昭和。昨日来たけど、また来るよ。昨日今日連続ですか。やみつきになる。やみつき。なんか今みたいにシャレとないんや。だけど美味しい。スープ自体、例えば次の日になったりしたら変化してるもんなんですか。してます。逆にしてないと困るんですよ。自分の予想できんように動かれるよりも、自分が予想できるように動いてもらうように今調整してる。今明日パチッとほらやっぱそうなったよねってそういうことですね。いうところは答え合わせをずっとしている状態。これが多分スープとこう会話してる感じなのかな。次の日に、っていうこともあるんですか。あります。あるけど面白いですよ。麺を、3段。フィギュアズ頼んどくよ。これやりますよ。お願い。これフィの方置いとくね。オープンする前に本当は役割分担せないかも今決まりようけね。いや今でも多分みんな自主的に動いてくれるやろうっていう。そうですよ。もう全然もう連携プレーが半端ないです
全部役割分担するともう仕事としてやっちゃうでしょ。ああ、そそうれだけをね。仕事としてやっちゃダメなんよね、仕事が、まあ、作業になっちゃうでしょ。はいはいでも自分で考えてやってもらわんと。はいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。いらっしゃい。美味しいです。気になって初めて来ました。なんかどういったところ気になりました？臭いです。お気に入りのポイントは何でしょう？もう臭いところです。癖があるから癖なのかなと思いますけどね。美味しいです。ラーメンいかがでしたか？麺がもちもちしててとても美味しかったから。どうでした？匂いは？臭かったみたいな。臭かった。でも美味しかった。美味しかった。また来たい。これワンタン一丁とラーメン二丁いったらいいな。あ、3つごめん。はいよ。息子さん頼もしいですね。いや、ありがたい、本当。僕が多分頼もしくないけん、反面教師だと思う。大体発注忘れとったりするの僕やもんね。そうなんですか。そう。今日もネギがなかった。あんまりね、しっかりしすぎたらダメなんですよ、親が。なるほど。からね、はい、唐辛子ですね。大将からご覧になってお二人とも。いや、よく頑張ってくれてますよ。本当によく頑張ってくれると思う。涼介さんこれからまたね、飯塚店店長というところですけど、逆に飯塚店店長はこのぐらいしてもらわんといかんかもしれん。だから一人でせないかんくなるわけやけん。そういうことですね。いいお待ちです。はい、どうぞお気をつけてお待ちください。これでカメラ向いて緊張して落としたらびっくりするよね。ありがとうございます。いい師弟関係ですね。そうそう。このぐらいやっぱね、お客様までちょっといじってやらんとね。いやでもね、頼もしいですよ。あんまり褒めたらダメよ。調子乗るけん。これもう。今日ラーメン出すんですよ、飯塚で。本当ですか？無料。そうなんだ。でも一応20杯って言ってるから、テストなんで動きの。なるほど。大将はじゃあサポート役で。サポート今日は。やっぱ作り手がやっぱ一番作りやすい、ストレスがないように作らせんと、しかもワンオペやし。できるけん。あとスープしっかり仕上げていくんやけど今から。でもそこに関してはもう本当時間がかかるけん、あんまり慌てんでいいと思う。2週間ぐらいでなんとなく匂いが出てきたかなぐらいな感じになると思う。大将の中でこの先なんかお考えのことってありますか？まずこう消えていきそうになったこの手のラーメンをやっぱり多くの人に食べてほしい。でその中で食べたらやっぱ美味しいよねっていうところからこれを作りたいっていう人が現れて、で僕が死んでもこの手のラーメンを継承する人が出てきてほしい。それはめっちゃくちゃ望んでる。文化もううちの店なんて正直どうでもいい文化として。そうです。話してください。はいよー、お願いします。お願いしますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。